Hi bestie、花だよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はみんなと一緒にファッションについてお話ししようかなと思ってるよ。私は、コンテンツクリエイター、イラストレーター、エッセイスト、モデルなどなど、いろんなことをね、ちょこちょこやってるんですけれども私の視聴者の方からよく DM とかメッセージが届いて、着たい服がわからない、何を選べばいいですかみたいなことがね、結構みんなの中の悩みで大きかったから、今日はそれについて話すよ。自分の洋服のスタイルとかがわからないみたいな声も多かったかな。結局ユニクロでお洋服無難に揃えてしまうだったり、ユニクロも全然可愛いんだけどね、私は最近 UV カットパーカーのユニクロのやつを愛用してるので、ユニクロも大好きだけど、でも個性出したいけど無難に選んでしまったりとか、もうとにかくね、情報量が多すぎる、選択肢が多すぎて逆に選べないっていう現象が発生して悩んでる子も結構いたかな。これはすごいわかる。昨日はね、リュック何にすればいいかわからなさすぎて、結局もう2時間ぐらい調べたんだけど買わないっていう決断をしたの。昨日髪切ったんだけどめっちゃ髪すいたの。そしたらもうすっごい軽やかで夏が始まりそうな感じがしてる。まずお洋服を買う基準がたくさんあると思うんだけど、4つに分けてみました。まず1つ目、世界観が好き、ブランドが好きとかデザイナーが好きという方々、シュプリームっていうすごく熱狂的なファンがいるストリートブランドがあるんだけど、シュプリームのためにわざわざニューヨークに行って嗅ぎましたとか、絶対にコメデギャルソン全身着なきゃ気が済みませんとか、全体が好きだからもう何が何でも買いますっていう方たちもいるよね。2つ目はファッションに強いこだわりはなくて普通で OK、GU、ユニクロってもうベーシックなものがたくさんあるから。あとは無印良品も私大好きで、無印良品で無難な靴下を買ったりすることもあるかな。3つ目は意味を持って服を着たい。これは私にもすごく当てはまる。私は一番この買い方してると思うんだけど、その服に対する思いとか背景とか内側のストーリーとかに共感して自分の気持ちを乗せて服を着るみたいな感じ。今はブランドに限らずもうこの世に物が多すぎます。たくさんあるからこそ選ぶ理由ってめっちゃ大事だなって私は個人的に思ってる。4つ目はトレンドで買うこと。一番街で見かけるブランドだとやっぱりザラかな。最近ずっとよく見るのはやっぱりシーインとかかな。インスタ映えするとか流行に乗ってるとか安くて手軽に買えるとか、そういった理由が主な理由だと思う。私はトレンドのことよく話してるからトレンド大好きだけど、話したり調べるのが好きで、実際に着るってなったらちょっと違うのね。モテ服はこうですとか、20代女子は絶対これ着るべきとか、これ着たらもうダサいですみたいなそういうタイトルいっぱいあるじゃん。私たちの考えが固まる前にそういう考えをね、ポンポンポンって脳に入れられるのそしたらもうどうすればいいのみたいな感じで困惑するし、自分の好きではない正解を押し付けられてる感じがして余計わからなくなると思うの。ビジネス的には優劣をつけないと売れなかったりするのもあると思うから、それに乗っかるのもいいけど、もう受け取りすぎるともう疲れます。本当に疲れる。花ちゃんの服の買い方教えてって言われることもあって、私はさっきみたいな買い方をしてるけど、でも私も失敗めっちゃする。探しすぎて何買えばいいかわからなくて結局買わないみたいなこともあるし、もう探す時間がめんどくさくなるし買った瞬間にあれ私なんでこれ買ったんだっけって不安になることもあるし、結構ね、洋服探すのって私的に体力いるんだよね。片手まで探せなくてしっかり時間を作って自分の好きなやつなんだっけみたいな決めたくなっちゃう。今3ページ読み終わりまして、次4ページ目どんな生き方や生活をしたいかを考えてみようということで、これをね考えたら洋服わかります。私がやりたい生活は、天気が良かったらフラッとカフェに行ったり公園に行ったり何も考えずに歩いてみたい。私これずっと言ってるんだけど、適当にパッと服を着てパッと出たいの。白 T とかジーンズとかだったらさ、もうパパッと着てちょっといい感じになるじゃん。でそれでパッと行くみたいな、そのぐらい気軽な感じのスタイルが好き。カジュアルだけどちょっとこういう感じで女性らしさのあるお洋服とか、心地いい服、ヘルシーな肌見せとかがあるようなお洋服が私は大好きだってことに気づきましたT シャツ
ゆるっとしたジーンズとか、私もジーンズ大好きすぎて週の5日間ぐらいジーンズ履いてます。それぐらいジーンズに T シャツみたいな適当な感じでも適当に見えないの。あとはキャミソールとかこういうワンピースとかスニーカーも大好き。スニーカーとかフラットシューズをよく履いてる。今の一般的な20代の女の子のお洋服考えてみたんだけど、フェミニンでトレンド感のある可愛いお洋服っていうイメージが強い。あとはフレンチガーリーとかも最近すごいよく見る。私の私服ってさっき言ったような T シャツにジーンズにスニーカーみたいな感じだから全部違うの。集団の中にいると余計にお洋服気にしちゃう気がするの。マウントとか比較とかも小さい世界でどの世界でも発生してるので、やっぱちょっとね気になっちゃうよね。トップスに合うズボンの選び方がわからないです。私は自分のスタイルが何個か決まってて、ローウエストのバギージーンズにちょっとタイトめの T シャツとか、なんか型が決まってるの。もうそれだけで大体いけるからいけると思います。自分の好き着たい服が分からなくなっちゃった。なんか生活と服って結構結びついてると思うから、私はドレスとかあんま着たくないし、なんか心地いい走れるような服でいたいの。なんか自分の生活とファッションはすごく結びついてると思うから、そこも考えるといいかなって思った。編集中から失礼いたします。自分の生活とファッションはすごく結びついてるから考えるといいよっていう話で、じゃあどうやって自分に変換するのということで、3段階に考えたら分かりやすいかなって考えてみたの。まず理想じゃなくて現実の1週間を考えてみて。みんなの生活スタイルって全然違うと思うの。学校に行ってる人もいれば、仕事に行ってる人もいるし、なんか彼氏と一緒に住んでるとか、子供がいるとか、いろんな生活があるから、まず自分の実際どこで普段過ごしてますかっていうのを考えてみるといいかなと思ってて、もう私だったら家でお仕事していて、たまにリフレッシュでカフェに行くこともあるし、なんか適当に散歩したりとか、公園に行ったりとか、そんな感じ？みんなはどういう感じで過ごしてますか？教えてください。はい。二つ目は自分の生活の中で必要な条件をちょっと言葉にしたり書いてみたりしてほしいの。例えば、歩きやすい靴がいいとか、洗いやすいカバンがいいとか、座っても苦しくないジーンズが好きだとか、あと少し女性らしいお洋服がいいかなとか、多分みんなの好みはあると思うから、書き出してみたりすると見ててわかりやすいかも。あとは写真とかで、こういう服好きだなとかまとめてみたら、なんかパッて見た時に、自分の好みってこれなんだってわかりやすいから、それは私もやってる。私はピンタレストのピンにファッションをね、もうなんか今6000個くらいある気がして、整理もう一切してないんだけど、もうずっと溜まってくだけ。ピンタレストはファッションを調べるにおいて私は一番使ってるアプリかな。そしてその条件をお洋服に変換して自分の定番の型を一個作ってみてください。私だったらやっぱり T シャツ、ジーンズ、スニーカー、これを一旦着とけばだいたい外に出れて、でもこれはもう一番定番だから特別な時はスニーカーだけど上はちょっとワンピースにするとか、一つの型を作ってそこからなんかいろいろ変えていくみたいなやつだと一番もう悩まずパパッと着れるし、なんかファッションについて悩むことめっちゃ多いと思うから、一回型を作ってみてください。そしたら大体大丈夫。てかもうその型一個でも生活できるので、一旦マネキンっていうか型を作ってみたら自分のファッションのスタイルがなんとなく分かってくるんじゃないかなって思います。自分受けを優先したい私と彼受けを優先したい私がいて、新しいお洋服が買えない。なんかこういう話も結構あったけど、これはどっちも正解だと思う。デート行くときにワンピース着たくなる気持ちもめっちゃわかるから、どっちもその時と場合によって変えて全然いいと思います。どうやってファッション最新情報を見つけるの？私は SNS がお仕事だから、多分みんなよりも SNS を見てる機会がすごく多くて自然に入ってくる気はする。だけどそれと別で言ったら、私街で歩いてる時に人の洋服とか結構見ちゃうのね。韓国にお仕事でこの前行った時にみんなのお洋服見てて、カプリパンツをね、もうおしゃれな女子全員履いてたの。だから今カプリパンツが流行ってるんだみたいな感じで、結構街行く人のお洋服見がち。みんながリアルでどういうの着てるかとか結構気になるんだよね。学生で一桁後半万円のものを買うべきか、それ以下の値段のものをいくつか買うのどちらがいいか。ファッションが趣味でもうバイト代全部服につぎ込みますみたいな人もいれば、着れればいいやみたいな人もいて、今の服に使えるお金どれぐらいとか基準を見直すのはいいと思うし、お洋服買うときにお得だから買うで成功したことがないから、
なんかお得だから買うって買い方はしない方が今後のためにはいいのかなと思ったりしました。好きな系統がわからない、可愛いと思うもの、似合わない、似合うものを着るべき。これは私が過去にこのようなトピックを取り上げてるのでぜひ見てほしいけど、私は可愛いと思ったもの着てます。もう骨格とか知りません。もう好きなもの着させてって感じでやってる。といった感じで今日の動画は終わり。見てくれてありがとう。今年後半戦始まったから一緒に頑張ろう。じゃあご飯食べていっぱい寝て明日も頑張ろう。みんな見てくれてありがとう。じゃあね、花でした。バイバイ。